実に物悲しい。我が家って外観が派手な割に玄関がちょっと質素すぎるんですよね。何か置きましょうかね。こう、見たこともないようなハイセンスな置物でも、しかし私のお眼鏡にかなうものが人里の雑貨屋にあるとは思えない。これはとどのつまり私がこの手で作るしかありませんかね。幸い私には造形の心得がある。こういう時物作りの技術があるというのは便利ですね。よしてくださいね大使様。お閉じこ。よしてとはまた何か作るおつもりでしょう。あ、バレました。バレました。考えてることがこのゆるいお口からダダ漏れでした。はっきり申し上げます。この詐欺シンボスペースにご自慢のとんでもセンスでこさえた妙き機敏な創作物をこうだなんて考えないでください。ひどくない？ニャンニャンが言ってました。はいはい通りで失礼な文言だと思った。思いとどまってはやらんがね。言っときますけど私もふともごめんなのですよ。玄関にあの属性のものが鎮座するとなると恥ずかしくて客人をご案内できません。ああ神属性ですかね。ちょっとホーリーすぎますかね。ただでさえ希望の面の強烈なビジュアルが大使様の威厳を地に落としているんですよ。これ以上罪を重ねてどうしますか。それじゃ確かに伝えましたからね。私はそろそろ夕飯の用意をしないと、10分前には呼びますからしっかり手を洗ってきてくださいね。温度や、嫁属性がお母さんぶっちゃって、主人が子供じみた態度さえ取らなければこうはなりませんよ。カッチン言わせておけばこの聖徳王に向かって無礼極まる態度と物言いと悔改めよ。さもなくば我は即刻、家出してやるからな。大人になれって言ったんですよ私。いちいちオブラートひっぺがさないと伝わりませんかね。わーん、閉じこのバカー。夕飯までに帰ってきてくださいよ。まったくもう。はぁ、最近どうも周囲の様子がおかしい。星河は元より閉じ子役とまではっきりと物を言いすぎるような。おまけに子供扱いですよ。私って昔からこんな扱いでしたっけ？いやいや私は聖徳王。人並み外れた能力でもってあまたの医療を打ち立て、民の羨望と尊敬を欲しいままにしてきた。それがこの頃はといえば、私はあれをどこかに落としてしまったのか？かつて私の中に満ち満ちていたあれ、多分今なくしかけているあれ。あれいけませんね。どうにも横文字の覚えが悪い。時差ボケ解消のために進んでアメリカ語使うようにしてるんだけどな。ないな。どこで落としちゃったんだろ。出てきて。私のカリスマ。ああ思い出したカリスマだ。あなたは確か馬やと。そこそこニッチな呼び方してくれますね。豊里耳の巫女です。君はコウマ館の主のレミリア、ブルーレット。違う、ブルーじゃない、スカーレットね。あと流水なんてもってのほかだかんな。吸血鬼だぞ。一ボケ語ツッコミ、叩けばなるってね。びっくりしたんだよ。聖徳王が開口一番ひょうきんなこと言うから。手落ちが服着て歩いてるような人がそれを言いますかね。しかしスカーレット女子、こうして間近に見ると聞きしに勝る愛らしさだね。私が人間として生きた時代に出会っていたらきっと君を放ってはおかなかったよ。ひょっとして歯の浮くようなセリフを眉一つ動かさず言える人？正直者だがね。でもひょうきんじゃない。実はみちみち考え事をしていてね。ぼちぼち冗談の一つでも言って気分を変えたかったんだ。そういう女子はなぜ夜道をほっつき歩いてたの？レミリアでいいよ。私はね。殺風景な玄関に私が絵を描いて飾ろうと思ったらメイドにバッサリ断られて頭に来たから夜風を浴びようと思って。あらやだ私のことかな？すっごいシンパシー感じちゃう。昨夜のやつ、私のこと504歳の子供だと思ってんだよ。お嬢様のスペカの衣装を見ればお描きになりたい絵の完成形がおおむね想像できます。痛いセンスに崩壊しかけたネーミング。そんなものが玄関に飾られたら私はともかく妹様がお友達を呼べなくなります。ようやく外に出られるようになったというのにおいたわしい。お姉ちゃんなんだから妹に優しくしなきゃね。ですよ。思わずプンチコキックを見舞いして館を飛び出してやったわ。中2と幼稚園児を足して2で割ったようなお方にキャンバスは渡せないとか主に言うことじゃねえっつーの。逆立ちしても小学校すら卒業できないね。しかしそんな君なら私の気持ちを理解してくれるかもしれない。そういや考え事してたとか言ってたっけ？君がさっき原っぱで探してたものについてね。高い知名度と聖徳伝説を引っ提げて幻想入りしたはいいものの、ある事件をきっかけに完璧な美的センスを叩かれたりパパ呼ばわりされたりかと思えば従者がまるで私の保護者かのように振る舞い始めたり、推測するに私のカリスマは今重傷を負っている。青いな、まだブレイクして日が浅いんだ。何その感想。懐かしくなっちゃったの。私にも一度の失敗劇を揉んでいた日々があったりなかったりでさ。でもそれってアマちゃんなんだよな。たかが重傷だろ。たかが？私はこれまで数々のネタを世間に提供してきたわ。その都度ブレイクしたカリスマをこすりにこすられた挙句。おせうのカリスマはぼちぼちやってきたよ。なんて言われても今ではもう痛みも何も感じない。カリスマは砕け散ってからが本番なのよ。わかった耳神さん。わかったから私の名前をのだめみたいな訳し方しないでお願い。
しかしカリスマブレイク、格も受け入れがたいものだとは、生まれながらにして有能で、王子で、多くの民に必要とされてきた私が、必要とされている自分を維持したくても書いてるだけじゃない？私だって超有能だし超お嬢様だし悪魔を一山刺激できる立場だわ。でも私たちはもともといろんな側面を持っている多面体よ。幻想郷屈指のカリスマ妖怪、誇り高き夜の王、野望を打ち砕かれた負け犬、翡翠コウモリ、合法ロリ。家族思いの一主。そのうちのいくつかはカリスマと共に瓦解した。おかげで私は絞れたの。自分が何者でありたいか。私は自分の持つ力を、大切な家族を守るために使うと誓ったのよ。レミリア。君ってやつは、その時大使様の鼓膜がかつてない衝撃に震えた。幼き吸血鬼から漏れたその吐息は、長セリフを言い終えた後の息継ぎにもこっぱずかしい発言をしてしまったことへの自重の表れにも思えたが、彼女のぶっ飛び聴力がその裏に潜む慟哭にも似た欲望を聞き漏らすわずもなかった。キキキここ聞こえる。あれ、私今すっごいカリスマっぽくね。自分のブレイク戦歴じらくってからの実はそこから一皮抜けてますけど年歴先輩かとしてなかったとハイエ下げてから上げる高速順序のこの流れ。どう見積もってもうまい。落ちても聖徳王なこの人にレミはカリスマと人だと当たりで提供してもらえばワンチャンカリチュマ脱却もあるでこれ。大事ってあなたは十分カリスマじゃないですかって言葉がしたのね。味方足掛けてたけどそうは問屋が下ろさない本質を見極めないまま他者を評価するなど聖徳王の名が廃る。何より誠に勝手ながらこの日をもって私は君を仲間と認めた。そう君と私はブレイク仲間。一抜けは10代。カリスマ復帰は足並みを揃えるべし。さながらいけずごけずし解決の起きて第一条の要素である。結婚とかなしだからね。無理相手いないし。ははははははは我らは似た者同士だ。私と君、共に上り詰めるべきなのだ。さあまずは友達から始めようじゃないか。さあ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 。怖い。あんた何いきなり告ってん。楽々どこ行った？そんなこと言ってまんざらでもない顔さらしてんじゃねえよ。どこんちの嬢ちゃんか知らんが大使様たぶらかすなんて井戸長じゃんよ。たぶらかしたのはそっちでしょ。会話の筋も度外視でいきなり告るってどういう要件かしら。お嬢様の可愛さに正気を失う気持ちはわかるけど、そもそもお嬢様はすでに私のものだからねえよ。てかあんたらなんでここにいんのよ。決まってるじゃないですかやだ。夕飯ができたのに一向に帰ってこない。うちの子を探しに来たんですよ。お母さんだ。